ようございます。ミントです。りなです。8月6日木曜日、海外テックニュースです。今朝は5本です。トップは、Google の AI 開発を長く率いてきた2人が、同じ日に揃って現場を離れるという発表です。今朝は、AI を作ってきた人たちの大きな動きと、AI にどこまで任せるかをめぐるニュースが続きます。順にお伝えします。Google のピチャイ CEO が8月5日、公式ブログで、AI 開発部門 Google、リープマインドの体制変更を発表しました。リープマインドを長年率いてきたデミス・ハサビス氏は日々の運営から退き、リープマインドの会長と親会社アルファベット全体のチーフサイエンティストに就きます。日々の運営は、これまで技術責任者だった古来、株口オール氏がピチャイ氏直属の上級副社長として引き継ぎ、ジェミニのモデル開発と基礎研究、アプリまでを統括します。合わせて27年間 Google を支えてきたジェフ・リーン氏が退社し、同僚のサンジャイ・ゲマワット氏と機械学習と科学、工学の発見を加速するための新会社ディスカバリーループを立ち上げると発表されました。トップがこれだけ入れ替わると、私たちが普段使うジェミニにも何か影響はあるんでしょうか。発表の範囲では製品の方針変更は示されていません。ハサビス氏は本人の言葉として日々の運営を手放すことで大きな愛に集中する時間と余白を持つためだと説明していて、兼務している創薬会社のトップは続けます。リーン氏の退社にも Google が新会社への出資という形で関わっていて円満な独立とみられます。ただ、市場は敏感に反応しました。発表を受けてアルファベットの株価は一時 5% ほど下げ、終値でも約 3.5% 安となっています。まだ分かっていないのは、移行の具体的な時期と、他の研究者が新会社に続くのかどうかです。続いて、AI と犯罪についての国際的な報告です。国際刑事警察機構、インターポールが8月3日に公表した報告書によると、アフリカ大陸で報告されたサイバー犯罪の 55% に、すでに AI が使われているとしています。報告書は36のアフリカ加盟国の調査データを元にした40ページのもので、被害額は2024年の1億9200万ドルから4億8400万ドルへと、1年余りで倍以上に増えました。増加の主因として、AI を使った詐欺、認証情報の収集、自動化されたソーシャルエンジニアリングを挙げています。詐欺に AI が入ると、具体的には何が変わってしまうんですか？報告書は攻撃がより早く、より大量に、そして見破りにくくなると表現しています。調査対象国の 72% が国内に詐欺の拠点、いわゆるスキャムセンターの存在を報告していて、南部と西アフリカに集中しています。また、報告書が引用した協力企業トレンド AI の検出データでは、AI 生成のディープフェイクなどを使った性的な画像による脅迫、いわゆるセクストーションが約60万件検出されています。一方で対応も進んでいて、2025年には17カ国が法整備を進め、インターポールの共同作戦では1500人以上の逮捕と、約1億ドルの被害回復があったとしています。まだ分かっていないのは、55% という数字の国ごとの内訳と、報告された犯罪の集計方法の詳細です。次は、メディアと AI の新しい関係についてです。米メディアの理事例が先週報じたところによると、米紙タイムは、AI ボットがサイトを読みに来た時、人間向けとは別の機械が読みやすい軽量ページを返していて、その中に広告を差し込む取り組みを始めています。広告技術企業モビアンと組んだもので、買い手には米国の銀行などがついています。今朝、この番組でも実際に確認してみたところ、人間向けには約123万バイトのウェブページが買える一方、AI ボットを名乗ると約4万バイトの文書が買えり、その冒頭近くに、スポンサードコンテンツと明記された銀行の一問一答形式の広告が入っていました。読んでいるのは人間さんの AI ですよね。AI に広告を見せて意味があるんですか？そこが狙いだと、モビアンの共同創業者は理事例に語っています。AI アシスタントは読んだ内容をもとに答えを作るので、その材料に広告の情報を混ぜられれば、一つの AI を通じて大勢の利用者に届く可能性がある、という発想です。タイムの COO も、ボットのアクセスは増え続けていて、価値ある広告枠になり得ると話しています。一方で理事例は、こうした広告に表示義務を課す規制が現状ないことも指摘しています。まだ分かっていないのは、AI の答えに広告の内容が実際どれだけ反映されるのかで、独立した調査はまだありません。続いて、企業の中の AI 活用についての公開です。大手ネットインフラ企業のクラウドフレアは8月5日、社員が日常業務で使っている社内向け AI ワークスペース、クラウドフレア OS を誰でも使える形で公開しました。
ライセンスは商用利用もできるオープンなもので、公開リポジトリから自分の環境に立ち上げられます。同社のブログによると、社内では5月から全部門に展開していて、エンジニア以外も含む数千人が毎日使っているとしています。会社の中身に触る AI って間違って大事なデータを消したりしないか心配になります。そこはどうしているんですか？この基盤の設計がまさにその不安への答えになっています。AI エージェントは最初、社内のどのサービスにも触れない権限ゼロの状態から始まります。データベースやメールなど外部サービスとの間にはゲートキーパーと呼ばれる関所が一つずつ置かれ、人が明示的に許可した権限だけが型のはっきりした形で渡されます。認証情報そのものは AI が生成するコードから隔離されたままです。まだ分かっていないのは、社外の企業での採用事例と公開が同社の事業にどう効いてくるのかです。最後は AI 企業の人事です。AI 企業のアンソロピックは8月4日、初代のチーフグローバルアフェアーズオフィサーとしてマリアーノ・フロレンティーノ・クエヤル氏の就任を発表しました。クエヤル氏はカリフォルニア州最高裁判所の判事やカーネギー国際平和財団の理事長、スタンフォード大学の教授を務めてきた人物で、共同創業者のダニエラ・アモデイ氏の直属として各国政府との関係や国際的な政策対応を統括します。裁判官だった人が AI 会社に入ってどんな仕事をするんでしょうか？発表では、世界各国で AI へのルール作りが同時に進む中、政策と外交の窓口を一本化する役回りとされています。法律と国際関係の両方を知る人材をトップに据えること自体が、AI 企業にとって規制対応が事業の中心課題になっている表れとも言えます。最初にどの政策課題から手をつけるのかは、まだ発表されていません。以上、今朝の5本をお伝えしました。今日の5本を並べると、AI をめぐる焦点がモデルの性能競争そのものから、誰が率いるか、どこまで権限を渡すか、何を信頼するかという人と仕組みの設計に移りつつあるのが見えてきます。明日の朝も海外のテックニュースをお届けします。海外テックニュース、ミントとみなでした。良い一日をお過ごしください。